林遥です。普段はケラの読者モデルや無重力クッキーのボーカルとして活動しています。今日は本物のお菓子を使ったとっても可愛いお菓子メイクを紹介したいと思います。それではレッツスタート。カラコンは今回ティアモのグリーンを使ってます。大きさは 14.5mm でいつもより小さめなんですけど、ティアモのカラコンはすごく発色がいいので、今回は発色重視で使ってみました。アイラインもがっつり引くわけじゃないので、本当にここは目の色だけ変えてポイントで色を見せるみたいな感じで、カラコンを選んでます。まずはベースを塗ります。マイ肌の CC クリームを使ってます。でマイ肌は全体的になじませるように伸ばしていって、あまり厚く塗らず薄く伸ばしていっています。コンシーラーはカリプソさんのコンシーラーを使っています。一番明るい色です。これを目の下と、あと唇の下の端ちょっと塗ると口角が上がって見えるので、ちょっと微笑んでるような感じに仕上がります。あと鼻の筋と、あと眉毛のお尻の方を見ると、整えている眉毛の毛根だとかちょっと青くなっちゃったりすると、そういうところを隠した方が綺麗なので、ポンポンとついてる一緒に塗っています。でなじませて、ココナキスミーフィルムのパウダーを上から塗っています。6プラスというブランドの一番平らなブラシを使って、キスミーフィルムのパウダーをポンポンポンと叩くように塗っていきました。あまり厚く塗らずに薄く伸ばしていくような感じで、本当にベタベタするのを抑える程度っていう感じで塗っていくのがポイントです。今度は LA パレットのピンクとパープル系の青ですねを使って、2色交互に色を置いていきました。だいたい5から 8mm ぐらいの間隔でピンク紫みたいな感じで置いていくと、とても可愛く仕上がります。私の目だとちょうど2色交互に3本ずつ色が入ってます。ピンク紫ピンクより引いたら、今度は次の紫からは下にも色が入ってます。で上の紫の幅に合わせて下にも紫をちょっと入れて、今度はピンクを上に入れたら下の目にもピンクを入れて、で最後の紫は上と下がつながっているので1本ピンク引いてます。でこうすることによって上半分がピキッと分かれずに、なんとなく丸で囲んでいるように見せるっていうポイントが入ってます。そしたら今度はライムクライムというブランドのニューヨークシティというカラーを使って目の上の方に色をつけていきます。アイメイクのイメージはなんとなくカップケーキみたいな感じに仕上げたいなと思っていて、でちょうどこのライムクライムのニューヨークシティというカラーが黄色だったのでベースに使っています。まずはリップを綿棒に取ってポンポンポンと伸ばすような感じで塗っていきます。もともとこれリップなんですけど、あんまり私の唇に合わなかったので、これからはちょっとアイカラーとして使っていこうかなと思っています。今度は上から同じ色の黄色のパウダーをポンポンと叩いていきます。形なんですけど、もくもくもくとちょっと雲みたいなイメージで描いていくと可愛く仕上がるかなと思います。結構この後唇をがっつり描いていくので、このアイメイクはあまり細かくアウトラインを取らずに、なんとなくパッと見でカップケーキかなみたいな仕上がりになればいいなと思って塗っています。次にですね、クーピー柄カラーマスカラのスノーホワイトです。このマスカラは普通のカラーマスカラよりもだいぶ伸びるマスカラなので、このまま地まつげにビューラーしてそのまま塗ってます。で2度塗り3度塗りって重ねていって、最後はちょっと束になるような感じでマスカラの絵を縦に持ってサバってちょっと左右に振るような感じで伸ばしていくとすごく綺麗になります。で下も同じように塗っていて、下はそんなに濃くなくてもいいかなと思ったので2度塗りぐらいで収めてます。リップはまずケイトのマイカラーペンシル白で下唇の下半分ぐらいを描いていきました。まずは縁を取ってそこから中を埋めるように一回り内側っていう風に描いていきます。この時に後から上にまたパウダーをのせるので、そこまでガシガシ描かなくても大丈夫です。若干ムラになっても大丈夫なので、白っていうのが分かるぐらい描いていけばバッチリだと思います。今度は、白のパウダーをグロスと混ぜていきました。マジョリカマジョルカのハニーポンプリップエッセンス、唇用美容液を使ってます。これをグロスみたいな感じで使っているので、
若干黄色っぽいんですけど、実際に塗るとほぼ透明です。それと一緒にガシガシ混ぜていって、で粉を多めに持っていくのがポイントで、それを綿棒に取って上から叩くような感じでのせていきました。あんまりこすると多分下の電子レンジで描いた白が取れてしまうので、上からポンポンとのせていくような感じで、潤いをさせて描いていきます。こうすると2回重ねることによってムラがなくなってちょっと綺麗に見えます。次に使ったのがヴィセのピンク8219カラーですね。一番濃いピンクの色を使いました。これを筆に取って下にのせていくんですけれども、もう下唇の外側半分に白をのせてしまったので、これと混ざらないようにまずはこの内側の方からペペッとのせていきました。でそしたら唇の下はこうドロリと溶けているようなイメージに仕上げたかったので、ブラシを使って波をこう描いていくようにしました。なんですけど、全部同じ高さの波ではあんまり綺麗にならないので、1つ2つ普通の波が続いたらちょっと大きい波を描いて、今度は小さめの波を描いて、宇宙くらいの波みたいな変化をつけて描いていきました。そしたら次に上唇の山外側っていう風に描いていって、また内側を埋めるようなイメージでポンポンとのせています。ピンクが終わったら今度はパープルです。これ最近なんかディオールのリップを誕生日にいただいたので、それを使ったんですけど、まずは上唇の山のところ、外側にこう縁取るようなイメージでのせていきます。そしたら今度は下唇の波の一番下の垂れているところにこう外側をまた縁取るような感じでのせていくと、立体感が出てより綺麗に見えてくると思います。で両方ともかけたら若干境目をぼかして仕上げました。唇の仕上げはまたまじょまじょの美容液を使って、美容液をまず手に取ったら、今度はホログラムとラメを使ってまたリップを作っていきます。まずは細かいラメと小さめのホログラムを交互に混ぜていくんですけど、多めに美容液を出したら3分の2ぐらいに細かいラメをのせます。で混ぜていって、ラメがかなり馴染んできたなと思ったら、今度は全体の3分の1にホログラムを入れていきます。で混ぜていって、何もない透明な美容液、ラメだけの美容液、ラメとホログラムが混ざった美容液っていう風に3つに分かれていくんですね。そしたらグラデーションになるような感じで、何もついてないところからちょっとホログラムが入ってるところまで一気にガッと筆で取っていって、そのまま唇の内側からのせていきます。そうすることによって大きいホログラムが外側に集中してつくようになって、ボリュームが見えて仕上がります。今完成形としては、唇の上の山にはホログラムで、上の内側の方には小さいラメがいっぱい入ってて、垂れてる方には何もない美容液、そしてまたラメ、ホログラムみたいな感じで、ちょっと外側に大きいものが集中していく感じですね。そしたら今度は上のアイシャドウを仕上げていきます。黄色のベースの上にトントントンとドットを描いていくんですけれども、これはリップで使っているピンクと紫を交互にドットで描いていきました。これはなんか自分のニュアンスで大丈夫なので、あんまり多すぎるとごちゃごちゃしちゃうかなって思ったんです。若干隙間を空けててん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 みたいな感じで描いてみました。今度は星のホログラムを貼っていきます。この星はいつも私がデコラメイクで使っている星なんですけれども、まずはルアンのアイラッシュフィクサーを使って、最終的には他のシュガーの大きな星とつなげるようなイメージで目の周りを縁取りたいなと思ったので、ドットとシュガーの星のつなぎ目として片目に5個ずつつけてます。なんとなくドットの最後のところから同じような感覚で1個で、そこから逆三角形を作るような感じで1、2、3で、またその反対側に1個の星を挟む感じで1、2でつけてます。つながれば何でもいいんですけど、私はなんとなくバランスでこういう風につけてみました。今度は、本物のシュガーの星を貼っていきます。シュガーの星は私カルディで買ったんですけど、多分100円ショップとかでも売ってるかな。なんかバレンタインシーズンとかはねいっぱい売ってるから、
もし見つけて使いたいなと思ったら先に買っておくことがおすすめです。今クリスマスシーズンであんまりカラフルなのがなくて、私も若干探すのを苦労したので、今回はパステル調の星を使っています。でこの星をまた同じようにつけまのりで片面に6個つけました。で色のバランスを見ながらなんとなく相対するような感じでつけてるんですけど、多分バラしても可愛いのでこれも自分の感覚でお願いします。もう一回リップに戻って、お菓子を食べてるうちに口の周りについちゃうのが可愛いなってちょっと思ってたので、そのイメージを出したくてアラザンを山のところから、リップの真ん中まで出してます。これが結構落ちてくるんです丸かったので思ったより重たいし、接着面が少ないのでコロコロ落ちてくるんですね。でなんかインスタグラムとかでやってる人はどうしてるんだろうと思ったんですけど、多分もっと粘度の高いグロスを使うと綺麗になるかもしれないです。今回は美容液でサラサラしてるグロスを使ったのであんまり綺麗にいかなくて量も少なめなんですけど、とりあえず今回は少しだけ口の真ん中につけて、で上の方にはつけまのりでつけてます。つけまのりでつけるとかなりちゃんとくっつくんですけど、やっぱグロスを塗った上からはつけられないので、口の周りだけしっかりつけて、中の方はグロスの力に頼ってペペッと貼りました。で星も同じような感じでつけてます。丸よりも星の方が多分接着面が多いからよくくっつきますね。今度は口から溶けて出ている感じのタレみたいなのをつけました。なんとなくこのピンクの波を多く垂らしたところの下にペット1個2個つけてみました。でピンクで引いたら今度はテカリを見せるような感じで白のシャドウでシュシュシュと下の方だけ膨らんでるよみたいなイメージで影をつけていきました。最後の仕上げでアイラインを引いて、今回はがっつり引くわけじゃなくてポイントなのでなんとなく引き締めの色として黒を使いました。シュッと跳ね上げのキャットラインを引いてるんですけど、だいたい自分の下の目の縁からつながるような感じで1センチぐらいかな、シュッと結構勢いよく引いてみました。引いたらそこを基準につながるような感じで滑らかに上のラインの外側3分の1までちょっと黒を足してます。でもあんまりね白のマスカラで最後の方まで見えないので綺麗に引かなくても大丈夫だと思います。このキャットラインさえ引けていればあんま気にせず黒がつけばいいなっていうぐらいで引いてください。眉毛はセザンヌのブラウンを使ってます。かなりよくつくのでこういう風にすでに下にかなり色をのせている段階でも上から描くことができます。これ失敗すると結構後から大変なので、あんまり眉毛描くの自信がない人はとりあえず描かずに終わりでもかなり可愛く仕上がると思います。で眉毛を描くことによってちゃんと眉毛があるから目が強調されて見えるかなっていうところがあったので、私は眉毛まで描いてます。はみ出して大丈夫なのでカップケーキを大胆にこう横切るような感じで上から引いてください。で最後平行眉から垂れ眉みたいなイメージで細くして終わっていくと綺麗に仕上がると思います。最後は頭ですね。ミドラヤの毛糸のヘアピースを使ってます。自分の髪の毛が短いのでお団子にしてゴムをくくるように縛ったら、今度は2つに分けてそれを普通にギュッと縛るようなイメージでグッとまとめるとかなり固定されて可愛く仕上がります。両方ともやったら完成です。いかがでしたでしょうか。今日のメイクのポイントはいつも目の下につけている星を本物のお菓子にすることでより面白く、そしてなんかちょっと大げさでちょっとパーティー感が出てるかなと思うので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。私服はですねピカチュウなんですけど、実はでもちょっと隠れるようにしてなんだかわからないようにしてるのがポイントですで今日のメイクと一緒にレインボーのネックレスを合わせてみました。バイバーイ。